爆速攻略資源無限のブルカヌス。前回のシリーズでは腐敗と戦うブレワの攻略方法を解説。次はどこの惑星の解説をご覧になりたいかアンケートした結果、堂々の第1位はブルカヌス。溶岩で資源が無限に作れて楽しいですよね。そこで今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が少ない資源だけで安全にデモリッシャーを完封する駆除テクニックやチート級の生産力を誇る鋳造炉を使った高効率工場の作り方まで全てお見せします。この先の攻略に不可欠な情報が続きますのでお見逃しのないよう今のうちにチャンネル登録をお願いします。さて今回の動画では作りためた鋳造炉を早速使ってブルカヌス攻略の第一歩を踏み出します。それでは本編スタートです。チャプター1、鋳造炉で溶岩から鉄製品を量産。いよいよブルカヌス最強のアイテム鋳造炉を使って生産を始めます。まず鋳造炉を設置して溶融鉄にレシピを設定します。次にパイプ、地下パイプと電動掘削機をこのように配置します。最後に組み上げポンプを溶岩に設置して地下パイプで溶岩を鋳造炉まで運んでくれば完成です。これで溶融鉄の生産が始まります。ブルカヌスではこの溶融鉄を使って鉄板、鉄の歯車やパイプなどを生産します。それでは試しに鉄の歯車とパイプの生産をしてみます。まず鋳造炉を設置してレシピ設定を鉄の歯車に変更します。パイプを接続すると鉄の歯車の生産が始まります。高速インサーターとバッファーチェストを設置して作りためます。バッファーチェストには物流リクエストに鉄の歯車1万個と設定してリクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れておきます。こうすることで貯蔵チェストで余った鉄の歯車を持ってきてくれるので貯蔵チェストがいつも整理された状態になります。と工場建設をしていたところ溶融鉄の生産が止まってしまいました。実は溶岩から溶融鉄を作る際に大量の石が生産されるのですがこれを廃棄する仕組みを作り忘れていました。乾燥ベルトで溶岩まで運んで捨てるのもいいですがそれでは搬出量が全く足りません。そこでちょっとした裏技を使います。まず鋳造炉の隣に組み立て機を設置して高速インサーターとバッファーチェストをこのように配置します。最後にレシピ設定を埋め立て地に変更すれば完成です。埋め立て地の材料には石を50個使うのに加えて1スタックあたり100個も保管できるので1つのチェストに50個 ×100 スタック ×48 で石24万個分を保管できます。ちなみにゲームクリアするぐらいならチェスト1個で十分ですがチェストが満杯になって工場が止まってしまうといけないのでバッファーチェストに埋め立て地4700個と指定した上でリクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れておきます。これで4700個以上の埋め立て地が保管されると自動的に廃棄スロットに移るので安心です。チャプター2、蒸気タービン32台で200メガワットの発電体制。石を廃棄する仕組みも出来上がりましたので溶融鉄による中間素材の大量生産を始めます。溶融鉄の生産量が足りなくなりそうですので左右対称になるようにコピペしておきました。まずは鉄の歯車工場をこのようにコピーして上下に貼り付けます。次に鉄の歯車工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをパイプ、鋳造とパイプに変更して貼り付けます。ご覧ください。たったこれだけの設備で生産量は毎分およそ720個。この圧倒的な生産量がブルカヌスの人気の秘密です。このレイアウトを鏡になるようにコピペして生産量を2倍にします。すでに電力が不足していますのでここで発電所を一気に拡張します。まず組み立て機を8台設置して
レシピ設定を蒸気タービンに変更します。次にパイプと鉄の歯車をチェストから回収して組み立て機に材料を投入します。これを2回繰り返して蒸気タービンを32台作ります。最後に発電所に蒸気タービンを増設すれば完成です。化学プラントは毎秒2000の蒸気を生産しますので、これだけでおよそ200メガワットの大出力です。序盤から原子力発電を超える発電量を確保できてワクワクしますよね。皆さんはブルカヌスでどのように発電していますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター3、重ね張りで鋼材と電子基板を量産。発電体制も整いましたので、次は鋼材と電子基板の工場を作ります。まずは鉄の歯車工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを鉄板、鋳造と鉄板に変更して貼り付けます。次に鉄の歯車とパイプの工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを鋼材、鋳造と鋼材に変更して重ねて貼り付けます。これで鉄板と鋼材の工場が完成です。溶融鉄の生産が間に合っていませんので生産速度モジュールを挿入しておきます。次にバッファーチェストとインサーターをコピーし、このように4組を貼り付けして組み立て機にを2台設置し、電子基板にレシピを設定します。同様に鉄板の工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを導線と導線、鋳造に変更して左右反転させて貼り付けます。最後に溶融鉄の工場をシフトキーを押しながら丸ごとコピーしてパラメーターを溶融銅、溶岩に変更して貼り付ければ完成です。電子基板の組み立て機にインサーターとチェストを貼り付けると生産が始まります。生産速度を上げるために電子基板工場には生産速度モジュールを挿入して調整しました。ちなみにこれだけで電子基板の生産速度は毎分およそ580個、驚異的な生産性です。最後に鋼材の鋳造炉をコピーして銅板の工場を作れば中間素材はほぼコンプリートです。ちなみに私はスループットが低下しますのでブルカヌスの序盤は搬送ベルトを使いません。皆さんはどうしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター4、コピペでモールを瞬時に建設。中間素材をコンプリートしましたのでモールを作って工場拡大の準備を進めます。まずは組み立て機を6台設置してレシピ設定を物流ロボットに変更します。材料を投入して物流ロボットを作ります。出来上がった物流ロボットはロボットステーションに投入しておきます。次にグレバで作ったモールをコピーしてまずはインサーターとチェストを生産します。発展基板はなくなってしまうと後で困りますので手作業でバッファーチェストと要求チェストの組み立て機に入れました。チェストやインサーターができてきましたら今度はグレバから組み立て機セットを持ってきます。最後にシフトキーを押しながらモールをコピーしてパラメーターを上から電動掘削機、タンク、地下パイプ、ポンプジャック、原油精製所、化学プラントに変更して貼り付けます。さらに蒸気タービンも設置しておくと便利です。シフトキーを押しながら組み立て機を右クリック、シフトキーを押しながら要求チェストを左クリックで要求チェストのリクエスト設定をするのを忘れないでください。これでモールは完成です。このモールの作り方は概要欄に記載しているグレバ編で解説しています。ぜひご覧ください。ポンプの材料としてエンジンユニットが足りませんので生産工場を作っておきます。ところで皆さんはブルカヌスのモールで何を作りますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター5、蒸気タービン72台420メガワットで索敵。モールが完成しましたので本格的な工場建設を始めます。
硫酸の供給不足は停電に直結します。タンクを確認すると中身が減ってきていることからすでに硫酸の消費が生産を上回っていることが分かります。なので最初の仕事は硫酸の採掘量の最大化です。まずリモートビューで硫酸の間欠線に移動し、間欠線の上で9キーを押します。そしてポンプジャックのゴーストをできる限り設置してパイプでつないでいきます。私はついつい地下パイプなどを使ってきれいに配管したくなってしまうのですが、これだけの数をつなぐには時間がいくらあっても足りません。そこでブルカヌスでは RTA のように大雑把にパイプだけでつなぎます。場所を選ばない蒸気タービンが拠点の中心にあるのはもったいないので、ここで左側に移設します。地下パイプで蒸気のパイプラインを延伸して、このように18台の蒸気タービンを設置し、これをコピペして地下パイプでつなぎ、全部で36台にします。さらにこれをコピペで設置して全部で72台にしておきます。肝心の蒸気が不足して停電になってはいけませんので、電動掘削機と化学プラントを左右反転させてコピペしておきました。そして移設が終わりましたので、既存の蒸気タービンは解体します。これで蒸気タービンは全部で72台、瞬間最大420メガワットも発電できます。原子力発電並みのパワーです。またこれで電力に十分な余裕ができましたので、レーダー32台をハンドクラフトして設置しておきます。ちなみにレーダーが32台あれば索敵可能な 29×29 チャンクをおよそ14分で探索できます。これもブルカヌスの発電力の大きさゆえになせる技です。ところで皆さんは蒸気タービンをいくつ並べていますか？理由も合わせてぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、ブルカヌスのゴールを確認。さて、溶岩の処理やデモリッシャーとの距離感の保ち方など、そろそろブルカヌスの厳しさにも慣れてきた頃でしょうか。ここで一息ついてブルカヌスのゴールと目的について確認します。ブルカヌスでまず達成すべきことは鋳造炉と大型掘削機の量産です。既存の設備が霞んで見えるほどのチート級の性能を誇る鋳造炉や、鉱床資源の消費量が半分で電動掘削機の5倍の採掘速度を誇る大型掘削機は、次の惑星フルボラを最速でクリアするのにとても役立ちます。フルボラの攻略方法については別動画で詳しく解説予定です。お楽しみに。そして最終目標は夜勤サイエンスパックの量産体制の整備です。夜勤サイエンスパックを使った研究は急いで始める必要はありませんが、ゲームのクリアに必要なアステロイド再処理、悪性悪色の発見やレールガンのアンロックに欠かせません。またレールガンタレットなどの材料として炭化タングステンやタングステン材の量産体制も整えておく必要があります。スピードランや特急便の実績を狙うときはフルボラの開発が落ち着いたところで夜勤サイエンスパックなどの生産体制を整えます。しかし今回の動画ではあちこち飛び回ると混乱しますので、夜勤サイエンスパックの生産を始めるまでしっかり最後まで解説します。以上が私のブルカヌスの攻略目標ですが、皆さんはいかがですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター7、石炭液化に向け高速ベルトと資源確保。さて目標が明確になりやる気がアップしたところで、重油の生産に向けて事前準備を進めます。まずは高速搬送ベルトや高速地下搬送ベルトを用意します。ここでも鋳造炉の圧倒的な生産力を活用します。まず鋳造炉を設置してレシピを搬送ベルトに設定して材料を投入します。鋳造炉は生産速度4、生産ボーナス 50% ですので、このように驚異的な速度で搬送ベルトを生産できます。
大量に作りますので、生産速度モジュールを挿入して生産速度を上げます。ここで全部で1000個の搬送ベルトを作ります。次はレシピを地下搬送ベルトに変更して材料を投入し、ある程度生産できましたら高速地下搬送ベルトに変更して材料の地下搬送ベルトがなくなるまで作ります。大量の鉄の歯車が必要ですが、すでにチェストに満杯まで生産されていますので、必要に応じて取り出します。高速地下搬送ベルトが完成しましたら、同じ要領で高速分配器を作ります。最後に残った搬送ベルトがなくなるまで高速搬送ベルトを作れば事前準備は完了です。ナウビスの組み立て機がスローモーションに見えるほどの見ていて気持ちがいい生産速度ですよね。鋳造炉は回収して石炭の工場に移動します。石炭の工場では電動掘削機を並べて高速搬送ベルトを敷設して高速分配器を設置してコピーした上で V キーで上下に反転させて貼り付けします。そしてこの電動掘削機をコピーして石炭の工場の端から端まで並べます。このレイアウトをさらにコピーして H キーで反転させてもう1レーンを設置して高速搬送ベルトでつなげれば重油の材料となる石炭の確保は完了です。次は高解析の準備です。高速搬送ベルトをもう1本設置して高解析の交渉まで伸ばします。そして高解析の交渉に電動掘削機を並べれば完成です。この石炭と高解析のラインが石炭液化の心臓部になります。ところで皆さんはブルカヌスのデコボコした地形での搬送ベルト派ですか、それともロボット派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。次回はいよいよ確保した石炭を使ってブルカヌスの真骨頂石炭液化に挑みます。重油を大量生産しブルカヌスの最強のアイテム大型掘削機を使いこなします。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。